にちは、メイです。今回はリクエストをいただいていた大正ロマンの部屋の作り方です。大正時代は約15年ほどしかないのですが、この時代のインテリアは明治でも昭和でもない特別な魅力があるんですよね。大正ロマンっぽくさせるにはどうしたらいいのかを解説していきます。結構簡単に再現できるので、ぜひ最後までご覧ください。まずは大正ロマンとはこんな感じの部屋です。いい感じの資料がなくて、ポケモンアルセウスの銀河団本部が例です。明治に作られたものですが、大正ロマンの部屋に共通しているものがあります。その共通点を踏まえながら大正ロマンっぽくするコツは5つあります。1、和風と洋風を混ぜる。2、カラフルなステンドガラス。3、アンティークやエレガントな家具を使う。4、色はダークブラウンを多めに。5、木製やレンガの家具を使うの5つです。今回もポイントを押さえながら部屋を作っていきます。まずはじめに今回のテーマは水雲のエレジーです。大正ロマンっぽく決めてみました。それでは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×8。窓はなし、エントランスは一番左。明るさは白で最大の明るさ。環境音は雨です。壁紙と床の概要です。大正ロマンは床と壁がとても重要です。ダークブラウン系のガラス窓やカーテンがついたものがベストです。特殊な壁紙のところにはステッカーを使い、大正ロマン風にしていきます。今回の間取りはこんな感じです。まずは温室から作っていきます。温室は床の素材を変えたいので、レンガのラグを敷きます。次にこの部分に石畳を敷きます。仕切り壁の代わりに柱を立てます。この柱の代わりに木製の柱でも良かったかもしれないですね。温室の中を飾り付けます。時代的にフラワーショーケースの代わりに温室棚の方が良いのですが、色と形的な問題で不採用になっています。家具はなるべく木製のものを選びます。装飾の施された椅子も大正時代っぽくなります。温室なので植物をたっぷり飾っていきます。今回のテーマの物語ですが、ブレンダさんは身分の違う人と恋愛をしていて、雨が降るとその人のことを思い出してしまう、そんなシーンを部屋で表現しています。ここに木製パーテーション M で壁を作ります。温室を区切りたいので、ここに柱と木製パーテーション S を置きます。柱1本分空いていて気持ち悪いので、手前に植物のパーテーションで蓋をします。もし空いている部分に柱を立ててしまうと、かなりの閉塞感が出てしまうので、この場合背の低い家具で2マス分きっちりあるものを手前に置くと違和感が緩和されます。温室内がかなり洋風なので、ここから輪を取り入れます。実光ウォールステッカーを使って輪の部分を増やします。大正ロマン風な壁紙があまりないので、マイレザに頼ってしまいます。格子戸や障子などのマイレザがおすすめです。壁紙が視線を占める割合が多いので、壁紙だけ和風にするのも OK です。これで温室部分は完成です。家具はほとんど洋風ですが、格子戸の力で大正ロマンっぽくなりました。次は左奥の寝室を作っていきます。絨毯は花柄など細かい柄、もしくは赤いカーペットをおすすめします。エレガントシリーズの家具はダークブラウンにすると少し昔っぽくなります。エレガントやアンティークな家具は家具の木の部分に装飾が施されているので雰囲気を出してくれます。
窓は大正っぽくステンドガラスを採用します。特に赤や緑が入ったものがよく使われている印象です。照明も少し古い印象のものを選びます。寝室が完成したので左手前の部分を作っていきます。まずは少しだけ仕切るためにレンガの柱を使います。間に突っ張りラックを置いて、その突っ張りラックと背中合わせになるように木製パーテーション S を置きます。ラウンドテーブルも大正時代のレイアウトにぴったりだと思います。大正時代にここまで洋風な家具を揃えられているので、ブレンダさんはかなりお金持ちっぽいですね。こんな感じになりました。リビング側にステンドガラスのランプを置いて大正らしさを出していきます。これで完成です。全体をダークブラウンでまとめて正面の壁に和を取り入れることで、家具全体が洋風ながらも大正ロマンっぽくできたのではないでしょうか。大正ロマン風な部屋の作り方はいかがだったでしょうか。5つのポイントを押さえれば大正ロマンっぽくできるかと思います。大正ロマン風インテリアに挑戦してみたいと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。